どうも、メガネの工具専門店三西村のまっすーです。スポーツ大好き、四国は徳島出身の山本です。いつもありがとうございます。前回に引き続いて、社歴50年の山本さんが、もし自分がメガネ屋さんだったら押さえておきたいやっとこ10選、後半戦です。ね、はい。まだ前半を見てないって方はですね、ぜひそちらもご覧ください。はい、後半も前半と同じく、だいぶマニアックな話になるとは思うんですけど、メガネ好きな方とか、工具好きの方はですね、必ず楽しんでもらえるかと思います。はい、早速なんですけど、始めていってもよろしいでしょうか。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ではですね、後半戦1本目です。はい。はい、129番のこんなやっとこですね。ちょっと形がね、そうですね、特殊だと思いますけど、なんか赤いのがついて片方が、はい、硬質の赤い樹脂が2本入ってる方、はい、そうですね、それから片方はパイプ状で、透明のチューブが入ってます。はい。ちなみにこれはどういった時に使うやっとこになるんですかね。使用用途としましてはね、はい、ブリッジ、もう限られてますけど、ブリッジって言いまして、メガネのちょうどこの目と目の間のこの部分ですね。これをブリッジって呼んでるんです。はい、このブリッジのカーブ調整。カーブ調整ですかね。専用として作られたやつです。このブリッジのここの部分ですね。そうです。これが特にね、はい、180度よりもこう沿ってる場合ですね。そうですね。はい。こういうそういう感じ。はい。ちょっと広がった感じでね。広がりすぎた場合に、これでカーブを調整できる。ブリッジカーブ付けをね、そうです。ってことですね。これの特徴っていうのは何かあるんですか？これの特徴？特徴。ちょっと待って。これ、忘れとった。ごめんなさいね。非常に強力。要は力が強い。はい。というのが、特徴になります。はい。やっとこの中でも力強いと思うんです。一番ではないですけど、まあ力の強い方ということですかね。特にね、こう曲げる時の、このカーブが弱いカーブですんで、メガネにセットした時に非常に安定感がある。滑りにくいし、力も強いということで、安心してカーブをつける。そうですね。必要以上の力がいらないということですね。そうです。ずっと滑ったりしませんので。あと樹脂とこのチューブがついていることによって、フレームにも傷がつきにくいということですね。樹脂のところでやってもらうようにね、気をつけてもらったり。はい。また後ほどフレーム使って実際にやっていただこうかなと思いますけれども。はい。ちなみにこのやっとこっていうのは世界初の形状ですか？そうなんですよ。もう相当昔になるんですけど。あまり他でね、こういう形状のやっとこって見たことないですけど。そうですね。今のところ、中国の展示会、国際展示会でもよく行くんですけど、まだこれは作られてないですね。まだ世界中でまだ見てないです。このやっとこに関してはね。それだけ技術力が高くて真似しづらいってことですよね。おっしゃる通りで、やっぱり品質的にもなかなか真似ができないところ。では早速ちょっとこのやっとこを使ってですね、フレームに対して使っていただこうかなというふうに思いますので、セッティングします。はい。ではちょっと実際にやっていただいてもよろしいでしょうか。はい、わかりました。固定するのは下からじゃなくて、ちょっとこう邪魔しますんでね。そうですね。上からの方は邪魔物がなくてやりやすいですから、上からセットしてください。で、金属がメガネに接触しないように樹脂の部分でメガネをセットしてもらいます。左手、相手がもう添えてもらって、これでちょっっと曲げてみますよ。はい、お願いします。ワン、ツー、スリー。わかりやすい。ちょっと動いたの分かってもらえる。わかります。だから、90度よりも反ったような感じで広がった時に、反りを戻してやるような時にお使いいただいたらいいと思います。反りすぎると工学的に影響があったりとか、あと幅が広がっちゃってメガネが落ちてくるね、そういうリスクもありますので、そういうのを直してあげる。それを正常に保ってやろう、元に戻してやろうということで、これを使いいただいたらいいと思います。はい、ありがとうございます。はい。これでそのままやっていただくもよし、よりいいのはですね、弊社の方でゴムコーティング。これですね。これですね。こういう缶詰のような中ドロッとしたペンキ状のものなんですけど、で選んでいただいて、これをそのまま金属の部分、樹脂の部分、もう関係なし。このやっとこに関してはドボンとそのまま丸ごと差し込んでください。で、そのまま一晩でも寝かしてもらったら乾燥しますので、ゴムになりますから、金属のところが当たったとしても傷になることはないと思いますので、より安心して使える。そうですね。滑り止めにもなりますし、その状態でやってもらったらよりいいかなと思いますので、おすすめです。おすすめです。これは使いやすくなると思います。では次に行きましょう。はい。それでは後半の2つ目ですね。はい。こんなやっとこです。ナンバー25ですね。25番ですね。多分全国のメガネ屋さんおなじみのやっとこだと思うんですけど、両方凹凸で、へこんでる方と出っ張ってる方と
かまぼこみたいですね。そうですね。非常に樹脂なんですけど、はい、一番硬いとされている、ジュラコンという素材を使ってます。はい。硬くて丈夫で。そうです。はい。耐久性もある。はい。主な用途っていうのは用途はね、はい、メガネのカーブ付けなんですけど、リムっていうここのメガネのこの枠ですね、前の部分ですね。このリムのカーブ付け、それからテンプルをカーブ付けてやることもできます。それとね、カーブ付けだけじゃなくって、フレーム替えなんかの場合に、ちょっとこの玉型をちょっとだけカーブ変えたいなという場合に、これでできるってことですか。やってやることも可能かと思います。じゃあもうフレームのいろんなところにカーブをつけることができるっていうようなところですね。はい。ちなみにこのやつ今回選んだ理由っていうのは何かあるんですか？ほとんどのメガネ屋さんでもう最初にセットをしていただいてるっていう実績のあるやつで、もうこれはメガネ屋さんには一本はもうぜひ欠かせない。おすすめのやっとこなんです。じゃあもう多くはあえて語らずに実際にやってるところをちょっと見せていただいた方がいいかもしれないですね。そうですね。はい。よろしくお願いします。ではお願いします。はい。はい。それでは実際にですね、このフレームを使って、この25番のやっとこをですね、使ってもらおうと思います。はい。じゃあ実際やってみますね。はい。お願いします。まずはリムのカーブ付け。ちょっと手を添えて、ちょっと挟んでいただいて、カーブを軽くスライドして持ってるんですが、カーブをつけてやることができる。あと、テンプルのこの辺のカーブを軽くつけたいなという場合、この付け根からこういうふうに、こうセットしてもらって、このままで軽く、こういうふうに挟んでいただいて、丸みをつけたりとか、カーブをつけてやることも可能です。玉型を変えたいなという場合は、こういう感じで挟んでいただいて、このカーブをカーブをこう挟んで、形をちょっと変えていただく。これだとちょっと丸みをつけるような感じですね。そうですね。ちょっと丸くしたいような場合とか。そういうこともできるということですね。はい。あともう一つを加えさせてもらいますとね、非常に樹脂が硬いということで、多少こう滑りやすかったりすることがあるんですね。その時にぜひ利用してもらいたいのが、1029番、やっとこ滑り止めシールというのを発売しております。これ3本入りです。これを両面とも貼ってもらったら、より滑りにくいので、より安定した仕事ができるんじゃないかと思います。傷にもならないですもんね。爪で押せばちょっとへこむぐらい柔らかかった。そうですね。金属に貼ってもらっても結構。で、こういうプラスチックに貼ってもらっても滑り止めになる。そうですね。はい。じゃあ一緒に合わせて使ってほしい。ぜひぜひ、これはね。はい。ありがとうございます。では次行きましょう。はい。では後半戦3本目のやっとこです。はい。こんなやっとこです。308。308番。はい。ですね。片方金属、片方プラスチックなんですけど、それぞれ金属の方にも、穴が開いてます、1箇所。そうですね。ちょっと見づらいかもしれないですね。プラスチックの方にはなぜか2箇所穴が開いてます。そうですね。ちょっとこれも見づらいかもしれませんが、2箇所開いてます。で、金属側は、ちょうどネジが通るぐらいの幅の溝が1箇所切られてます。これは使用用途は何なんですかね？用途は、2ポイントフレームって言いまして、こういう縁なしのメガネ。枠がついてない。非常におしゃれで、軽量なっていうので、定評のあるメガネなんですけども、こちらのメガネを調整するやっとこなんですけど、ちなみにこれっていつからあるんですかね？できたのが、約30年から35年ぐらい前に、2ポイントがもう特に国内で流行り出した時に、ちょうどタイミングよく生まれたのがこれです。そんな前からあるんですね。僕と同い年ぐらいですね。そうなんやね。そうやね。生まれる前後やね。前後ぐらい。で、その頃にね、当初2ポイントがずっと流行りかけてたということで、非常に皆さんに重宝してもらって、一時はもう制作をつかないぐらいの、流行ったやっとこです。これ形状見てもらったら分かるように、もう触るところがないんですね。レンズ、ほとんどレンズです。そうですね。金属のごく一部で。せっかくなんで、フレームもあるんで、やってるとこ見せてもらってもいいですか？じゃあ今からね、やらせてもらいます。はい、お願いします。はい、それでは実際にですね、ちょっといろいろありますけれども、やっていただきたいと思います。わかりました。はい。もうここの角度、開けたり閉じたり、それから傾斜角度をつけたり、微調整するときに、もうほとんどレンズですから、もう固定するとこない。ここ、もちろんレンズ触らも割れますからね。で、こういう形状、一箇所金属の方割れ目があって、プラスチックの穴が開いてます。これの、この切れ目。この切れ目は、大体、ヨーロッパのメガネは2ポイント 1.2 ミリのネジがあります。で、国産はほぼ 1.4 ミリです。ちょっと太い。この 1.4 ミリのネジがピタッと入るような幅になってます。この二股になってる。二股切れてるところがちょうどネジに合わせてます。1.2 も 1.4 も入ります。で、プラスチックの方に穴が開いてますので、2箇所開いてますから、先端の方、先っぽの方の穴とフロント側のネジの頭に合わせてもらって、切れ目の方でこう差し込む。こういうふうに固定します。で、あと他のやっとこで開閉したり、傾斜角度をつけたりするんですけど、
ちょっと実際にやってみますよ。はい、お願いします。はい、まず、フロント側をこの308で、プラスチックの1つ目の穴と切れ目のところで合わせてもらって、このようにセットします。はい。はい。今度は、開閉するときに、642というやつがあります。この長板を固定します。はい。ぐーっと差し込んでいただいて、一番力の強いところでこう固定して。はい。ワン、ツー、スリー、開きました。開きました。今度元に戻しますよ。ワン、ツー、スリー、ぐっと戻ります。はい。戻りました。はい。しっかりとこの308番のところで固定できてる、これデモレンズですけど、割れなかったでしょ。割れなかったです。これは、レンズを触ってやれば、これもちろんパキッていきますよね。でね、これは唯一割れない固定の仕方がありますので、これはぜひ押さえてください。今から説明します。お願いします。はい。こういうふうに固定して、強い力で挟んでいただいていいんですけども、金属側、プラスチック側、いずれもレンズに接触しておりません。浮いた状態で必ず固定していただくというのが、もう大きなもうポイント。必ずレンズに当てないってことですね、部分接触しない。はい。で、これがちょっとでもレンズに接触した状態で挟んでしまうと、もう一発でレンズはポキッていきますから、これはもう要注意です。要注意ですね。隙間が空いた状態のレンズに接触しない固定の仕方。はい。これはぜひ覚えておいてください。これはぜひ。はい。はい、お願いします。はい。あと、申し上げますと、プラスチックの方に実は最初、スターツ穴が開いてるっていうことを申し上げましたが、そうですね、最初これはじゃあなんでっていうことになりますが、製作過程のこういう長いネジの場合は、一つ目の穴と金属のこのネジの太さ、ネジのは 1.4 ミリですから、こういうふうな切れ目で合わせてもらっていいんですけど、こちらに、セットした完成品ですね。で、完成品は当然ネジじゃない、袋のナットですから幅広いんです、ね。1.4 よ。ただ、先ほどのこの切れ目のところでは全然入りませんから、セットができない。で、金属の方に1箇所穴が開けてます。この穴とプラスチックの2つ目の穴、内側の穴、この穴を前後からこのように合わせていただきます。そして先ほどセットしたのと同じように、レンズに当たってなければ強い力でぐっと挟んでいただいて結構です。大丈夫ということですね。そのための2つ目の穴だったんですね。そうなんです。ありがとうございます。4本目のやったところに行きましょう。はい。はい。では後半戦の4つ目ですね。1530番のやっとこです。これは B&S ドイツ製ですね。ドイツ製ですね。特徴は、この取っ手のところがギザギザなディンプルカップね。俗に言うね。で、滑り止めになってるっていうのも特徴だし、全体的に大きいでしょう。大きいですね。で、重たいでしょ。で、がっちりして力が強いっていうのが大きな特徴なんですね。両方プラスチックで、両方溝が入ってるでしょ。はい、ついてます。で、微妙にどちらも凹凸のカーブがついてるんですよ。まっすぐ板じゃないんですよ。半円状になってるってことですね。片方ちょっと出っ張ってて、片方ちょっとへこんでるんですよ。はい。まあこれも広いカーブがついてるというので利用してもらってもいいですからね。はい。はい。では早速お願いします。はい。はい。じゃあこの先ほどもちょっと申し上げましたが、フロントとテンプルとのこの傾斜角度、前傾角度ですね。これをつけるときのテンプル側。テンプル側、こう畳んでいただいて、で、ここに先端の溝を利用して、溝とこの鎧の部分のテンプル側をこのように固定します。はい。あと、まあ、メガネの形状によって、フロント側も当然固定しなくちゃいけないんですけど、フルリムの場合、ここに766番というやつがありますよ。これで、一応これフロントをまずこのように固定します。766番で。はい。で、これテンプ畳んでいただいても結構ですし、そのリンスを右手できっちりフロントをまず固定した状態で、溝を利用して、これで傾斜角度をつけてやる。ちょっと実際に動かしてみますよ。お願いします。はい。1、2の3。はい。これで曲がりますけど、非常に硬い。そうですね。これでグッとこう、フロント固定しておいて、テンプル側をこう上げたり下げたりしてもらったらいいです。こういう使い方になります。2ポイントとか、ナイロンの場合もちょっとやってみますよ。以前に紹介させてもらったかもわかりません。1522。はい。前半の時に出てきたやったことですね。出てきてると思います。はい。2ポイントナイロンのフロント側を1522で固定します。はい。その次に今の1530で、これで前傾角、傾斜角をつけてます。さっきと同じように。はい。ちょっとやってみますよ。はい。この状態で、ぐーっと曲げました。はい。これで変わりました。変わりましたね。で、また戻してもらう。戻してもらうことも戻りましたね。こういう固定の仕方になります。両方とも力強く使うやっところですね。そうですね。たまたまこれ、どちらもビアンですね。はい。ありがとうございます。はい。はい。それではですね、後半戦というかもう最後のやっとこですね。はい。これです。製品ナンバーが937番のやっとこですね。
形状はね、ごく一般的な、両方プラスチックですね。両プラですね。はい。これジュラコンで硬い樹脂使ってて、ちょっとこう角度があるっていうかね、2ミリぐらい開けたところでちょうど平行になるような形状をしております。で、あと用途はね、もうオールマイティ。オールマイティですか。もうメガネのどこでも調整できる。メインはもう金属の部分ですね。ある意味万能ですね。万能です。どこ触っていただいても差し支えがございません。ちなみに今回このやっとこう選んだ理由っていうのは何かあるんですかね。一番の理由はね、皆さんこう当然メガネ調整するときに、金属でもプラスチックでも当然両手使うじゃないですか。手は使いますね。でも最高のこの私思うのに人間の手っていうのはこの柔らかい手のひら、手の指の腹、それから硬い爪、この辺も全部利用してあらゆる調整をしてもらえると私は思っています。もう皆さんの手は最高の工具。最高の工具です。私のこれも考えてる。名言ですね。ただね、唯一欠点があるんですよ。この熱を加えたら熱い。熱いですね。それからメタルだったら硬くって痛い。痛いです。やっぱり神経が取ってるんです。これ神経なくてはダメなんですけど、この神経が唯一手に取ったら欠点なんですね。そうですね。こう調整するときになってくるとすごい大きな欠点になってきますよね。やっぱり痛くない方がいいし、力が強い方がいいですよね。もちろんそうです。で、この最高の手に代わって役目を果たしてやろうというのがこの937番。もう超おすすめのやっと。もうメガネ屋さんにはもう一本はぜひもう置いてもらいたい。両方プラスチックですんで、まず傷の心配がないでしょう。柔らかい指よりも力が確実に強いです。そういうやつとかになります。そういうやつです。ぜひちょっと一回フレームに触ってるところも見せていただきたいんですけれども。お願いします。はい、それでは実際にですね、フレームに使っていただいてもよろしいでしょうか。はい、わかります。フルメタルのこのリムの部分、テンプル、ブリッジ触っていただいても結構ですね。で、大きな特徴はね、こう挟んだ時にこうくっついてなくって、2ミリぐらい隙間が根元空いてるんですね。そうですね。これはちょっとこう開けて、やれば2ミリぐらい開いたところで水平になる。ということは、厚みが1ミリのものでも当然挟めるし、ちょっと厚みがあるようなところでも挟んでも非常に安定した挟みができる。しっかりと掴めるということですね。あと、よりね、おすすめするのは、これジュラコンって言いまして、プラスチックで一番硬い樹脂なんですけども、1029番の、やっとこの滑り止めシール。先ほどもちらっと出てきたやつですね。ちょこちょこ出てると思いますが、こういうふうにね、ハサミでカットして、一緒に使ってもらう。両面テープになってますから、固定がしやすくなると思います。手の代わりになるやっとこがさらに進化して使えるってことですね。より強力になると思います。安定して使いやすいっていうことですね。ありがとうございます。はい。ということで、10本終わりましたね。はい。お疲れ様です。お疲れ様です。まだまだ話足りなさそうですけどね。まだありますね。今回は一応業界歴50年の山本さんが、もしメガネ屋さんだったら、この10本は必ず押さえておきたいというやっとこをですね、教えていただきました。制作秘話とかもあったりして、結構勉強になりました。そうですか。はい。ありがとうございます。次何しましょうか。たくさんやっとこうお扱いさせてもらってるじゃないですか。そうですね。その中でももう新しいものから古いものまで、ちょっとこうこだわりのやっとこっていうのがありますんで、またね、同じようなシリーズで、ぜひぜひ、やらせてもらったらありがたいなと思ってます。よろしくお願いします。はい。ということで、今回はちょっと長めの動画になりましたが、そうですね。はい。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。はい。またよろしかったら、チャンネル登録できましたらお願いいたします。お願いします。それではまた、よろしくお願いします。